いや、盛岡といえば、もう盛岡のクラフトビールで言えば一つしかないんですよ。ベーレンビールさんですよ。もう今日ベーレン遊びに行きます。木村さんお久しぶり。Hey, hey, hello, hello. あれ元気ですか？みんな見せてほしいことは、まあ、ベーレンビールもちろんビール工場になるんですけど、私から見ればもうビールの博物館じゃないですか。そうですね。その後この後話教えてくれれば多分見てる人たち分かんない方がびっくりすると思うんで。そうですね。じゃあぜひ見てほしいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行こう行こう行こう。じゃあどうぞどうぞ。本当にもう建物から歴史がある感じするんじゃないですか。そう、元ここレンガの工場が建ってたところで、でそれをビール工場にした。そう建物はねもう一回建て直したんだけど、ただね古い部材をもう一回リサイクルしてお金がなかったんで。その気持ちすごくわかります。モルト見えますね。やっぱりスペースあるといいね。だいぶ置いて。このモルト見る何年前のもの1900年ちょうどに作られたので、もう120年経ってる機械で、これを毎日使って粉砕やってます。でもそのまま仕事してくれてるね。そうもう、120年経っても毎日使えるっていう。やっぱり昔のもの違うよね。そうだね、やっぱりね昔のものってそういう長く使ってもこう壊れないように丈夫に作ってあるので、さすがですね昔のもの。すごい。だってもうこれ見るだけでもの違うね。そうですね。やっぱりもう丈夫。うん。いいねいいね。運ぶのに重くてすごい苦労したんだけど。もうここずっとでしょ。そう、もうここから動かせない。すごいね。でこっち入れば、そう、こっちが仕込み窯。今仕込んでる？ちょうどね今日仕込みしてるので、おー中暑いけどどうぞ。熱い。なかなか逃げられないな、暑さ。いやー、これビール工場より博物館じゃないですか。本当に。そうですね。ここもドイツで使ってた仕込み窯を譲ってもらって、岩手に持ってきて、でまた組み立ててここで使ってる。ここの機械も120年前ぐらい。そうね。これがね1907年に作られた窯なので、これも100年以上経ってる窯です。もうだって見た目とか形が今と全然違うね。そうですね。でこれでもう多分何万リットルドイツで作って窯でそれを取って、そのままこのセットのまま岩手に持ってきてここで使ってるんです。いやーすごいね。だってこういう機械とかもこれロイターだね。そうロイターです。ここでろ過したやつがここから蛇口から出てくるっていう。だってこういうも見たことない、触ったことないんだよ。絶対私なんか挑戦しようと思えば今多分できないんだよね。やっぱりこういうところが機械よりビールの技術だね。そうだね。ビール職人の腕がそのままビールの味に影響してくるという、そう、時代のですね。どうかな、多分その簡単なイメージがボタンを押して、ビール出来上がるのイメージが強いけど、ベーレンさんでもビーズさんでもやっぱり技術が必要、ですけど私たちもまだちょっとやりやすいかもしれない。これなかなかないんだよ。すげえ歴史がある。すごいね。もうドイツちっちゃいのドイツの国じゃないここ。そうだね。なかなかもうドイツに行ってもこれだけ古いものって残ってないので。だってもうこれなんていうの、歴史の本とか読めばこれ出てくるんだよ。メルシェン生まれた時のなんだかかんだウィンナラード生まれた時のテキストを見ればこの写真見るけど、まさかもうこれで今調整してるところないですね。ないよね。ドイツでもなんかね博物館とかにしか飾ってあったりするんだけど、実際に使われてるのは本当にもうないよ。わずかしか残ってない。でドイツじゃないのに岩手県岩手県盛岡市さすがだね。これみたいです。これももちろん楽しみにしてたけど、この機会私の人生2回しかこれ2回目ですよ見るの。1回目はベルギーのカンティオンで見て、嘘いや
岩手県盛岡市クールシップがあります。クールシップだよ。これもう見ないよね。そうね、多分日本で実際に使える状態で持ってるのはもうここだけですね。だよね、うん、だって少ないよね。で特に銅で作られてるもんないね。そうね、アメリカのほらランベックとかが作ってるのクラフトビール屋さんたちがステインレスとかのやつあるけど、これも100年以上。これも100年以上、ちょっとね作られた時期はよくわからないんだけど、もうこれは100年以上の前ですね。でドイツで使ってたやつを岩手に持ってきて使ってます。これほら昔冷蔵とか温度管理とかできない時に冬冷たい時しかビール作れなかったから、こっちに熱い麦汁入れてシーズンに温度を下げて発酵できたんだよね。だからドイツいつだったっけな、9月から2月までしか作れなかった、法律で出てきて、でこれが昔は当たり前使ってたけど、もう現在で使われてるところ世界でも少ない。日本はいないね。すごいんだよ。こういうが本当にだから博物館だよ。冬使ってる時来ないよ。でもこれお掃除するのは人の手でやらなきゃいけないので大変。絶対大変だね。でホップのカスとかそういうのがたまるので、やっぱりこれが人が入って全部きれいに掃除しないといけないので。それに CIP とかじゃないよね。じゃない。でもこの間ミッケルさんと作ったのウィンナラーがクールシップ、やっぱりいいよね。そうですね、やっぱりね、一味違いますね。全然違うんだよ。酸素上がるし、温度も違うし、やっぱりいいよね。じゃあ今年の冬作りに来ますね。お待ちしてます。すごいね。チェーズ。チェーズ。工場ありがとうね。こちらこそいらっしゃいありがとう。プローストだね。プロースト。プロースト。冬暑いけどバイズうまいよな。美味しい。ベーレンビールのコンセプトっていうか作りたいビールとか何ですか？そうね、基本的にはドイツスタイルのビールを作りたいので、見てもらったようにドイツから古い釜を持ってきてるのと、実は一緒にビール工場を作ったのがドイツ人のブルーマスターなんで、彼からもねみんなビール作りを教わったので、本当にどうだろうな、ドイツで昔作ってたような。ドイツの人が懐かしいとか子供の頃飲んだビールだっていういやだってなかなかこういうスタイル作ってるビールの工場が少ないんじゃないですか。特に今のクラフトビールの時。そうですね。日本だとそういうドイツビールとかラガービールを主力で作ってるとこっていうのは本当に少ないですね。IPA は作ってますか？ IPA はね実はね作ってないんです。IPA 作ってないんだって。それがすごいんだよ。もうなかなかないんだよね。どうせみんな絶対 IPA 作ってて、アウルト作ってドルトムンダとか作って、バイズ作っても IPA 作ってすごいと思う。本当にもう本当にドイツにこだわって作ってるね。そうだね。やっぱり自分たちの好きなビールとかあと得意なビールっていうのもあるし、それからたくさん飲んでもらえるので。そう。それがやっぱりこれもちろんこの一杯が美味しいけど、絶対2杯目から3杯もうどんどん美味しくなる。そういうドリンカビリティが高いビールが今、少ないはないけど、やっぱり 12% のカカオ豆、バニラ、メイプルシロップ入ってるビールが、一瞬面白いけど、あれ2、3杯飲もうと思えば思わないよね。でもこれはもう暗くなるまでここで話しながら飲めるから、それがやっぱりビールの文化というか歴史というか。そうですね。で実際ここで作るビールもそうだろうな、どうだろう、半分以上は地元とか岩手の人に飲んでもらってるので。それすごいね。大きいね。うちも少しずつ瓶やっと初めてで私たち缶始まるけど、うち樽ばっかりだったから、東京とか大阪の方お客さん多かったけど、でもやっぱり家で飲めれるようになったら、やっぱり地元の愛っていうか、応援が半端ないよね。すごい。もうスーパーとか入れてとか、みんな応援してくれて嬉しいで、やっぱり地元で作ってるもの、地元で楽しめないと意味ないよね。なんか地元の人にねそうやって楽しんでもらうっていうのがすごく嬉しいですね。それも昔のビールでも今のクラフトビールのことでもやっぱりそれが大事だよね。地元の近所のことを考えて楽しめられないとね。なんか
珍しいとかちょっとの人しか手に入れないと地ビールかクラフトビールか、ね、ビールっていう言葉になるかなって悩むね。じゃあこれからベーレンやりたいこととかなんか向かってるとか、なんかこれからやるよとかなんかことありますか？そうですね。今取り組んでるのが実は新しい工場が隣町にあって、そこでの近くで実はホップを育ててて、で実は今週もホップ収穫してきておーでそれでフレッシュホップのビール作ってフレッシュホップのビール作ったりとか、結構量も取れるので、それも乾燥して取っておいて、でまたそこまでやるの？やってるので、すげえな。私絶対そこで手抜けたいから1年1回フレッシュホップだけ作って、もうすぐ物を使って、じゃあもう乾燥させて後で使う場合もあるし、すげえな。そこで何のホップやってるんですか？いろんな種類やってて、で昨日収穫したのは、カスケード、その前はセンテニアルで、あと来週予定してるのが信州早生、日本の品種があって、すごいね。やってるね。なんか私頑張らないとでなんか地元の農家の人がね栽培してくれてるので、我々はお手伝いするだけなんだけど、そういうなんかこう地元の原料を使ってやっぱりビールも作ってみたいなっていうところが、私も1年1回できれば自分のモルトを育ってなんとなくモルトして多分上手にできないと思うけど、なんとなく1年1回それと地元のホップのビール作ってみたい。多分味はどうになるか分かんないけど、でもその全部青森県で作ったものになるとやっぱりちょっと味ちょっと違っても、やっぱり地元でみんな作った。そうなんかね思い出がねずっそうとね強いと思うので、うまくなんかパン屋さんの窯とかうまく使ってなんとなくローストしないとどうやってやろうまだ決まってないけど、やっぱりその地元と絡んでくれれば、それがやっぱりビールのことだね。そうだね。もう本当に昔ねビール工場あってその町のみんなにつながってたから、今でもそういうできると嬉しいよね、やっぱり。いや今日はありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございます。この暑いの中で上手しながら説明してもらってありがとうね。こちらこそありがとう。チェース。ね、皆さん岩手県盛岡市来ればぜひベーレンさん寄っていろんなドイツ昔から作ってるビール買ってお土産にして最高いいと思います。乾杯。なんか一息飲んじゃうな。すぐだよこれ。